こんにちは、すみれです。早速このパレット、ナターシャのパステルパレットが届きました。ものすごく可愛くてちょっとびっくりしたんですけど、こちらはミディアムサイズの限定版になって65ドルのものなんですが、皆さんと一緒に中を見ていきたいと思います。この中にはアイシャドウが全15色入っています。そしていろんな質感がね入っているのがお分かりいただけるかなと思うんですが、この中にはなんと6つの質感が入っています。そしてその中の1つが新しい質感になっているので、そちらについてもスウォッチと一緒にご紹介したいと思います。そしてこのパレットの中にこの色味、そしてこの色味に関してはトロピックパレットからのリピート色になっています。なので全15色のうち13色が新しい色味、そして2色が既存色になっています。それではこの中にどんな質感が何色ぐらい入っているのか、スウォッチと一緒にご紹介したいと思います。こちらがクリーミーパウダーの質感が4色になります。今がね白い白色灯の光の下なんだけども、ものすごく可愛くて、特に私のイエローベースの肌にもとっても合うようなブルーだったりとかレモンイエローだったりとかね、すっごく可愛いですね。これはね色味がとっても柔らかいんだけども、ちゃんとねその色も出てくれるし、もちろん指でつけてるっていうのもあるかもしれないんですが、かなりね私は今第一印象はとってもいいですね。ものすごく可愛いです。ちょっとこれから黄色の光の下でお見せしたいと思います。こちらが黄色の光で見た色味になります。こういった4色ですね。それぞれクリーミーパウダーです。次にデュオクロームの質感が4色、こういった感じになりますね。一番左側がね白とピンクのデュオクロームがとっても可愛らしくねあると思うんですが、パッドマークグラスのマザーシップパレット8、ディバインローズ2に入っている左上のね白の色味のこういった感じのデュオクロームなので、後で比べてみたいと思います。でそれ以外のデュオクロームは本当ナターシャっぽいっていうかね、すごく優しい感じですよね。でこのグリーンとかもちょっとこのイエローグリーンっていうのかな、そんな感じだったりとか、赤系の方はちょっとラメ感が綺麗だなといった感じがします。そしてこのピンクもちょっとピンクとねちょっとこの白っぽいような感じだったりとかしますね。すごくねコットンキャンディーみたいなねデュオクローム感かなといった印象があります。ではこれから黄色の光の下でお見せしますね。こちらが黄色の真下の光でね見た感じになるんですけども、光り方がやっぱりキラキラ感が増しますよね。でこういった感じになります。次が新しく出たデュオクロームスパークリングといった質感になります。でこれはねナターシャのいつもの感じのデュオクロームにもう少しねスパークリングのこのキラキラさっていうものがね、細かいキラキラさっていうのが足されてるような印象になります。もしかするとねちょっとこれだけ見ても違いが分かりにくいかもしれないので、先ほどのデュオクローム4色と一緒に比べていきたいと思います。でこれが既存のデュオクローム4色とデュオクロームスパークリングをね並べた形になるんですけど、スパークリングの方がもうちょっと輝き感があるんじゃないかなといった印象がありますので、皆さんはどう見えますか？で黄色の光の下でも見てみますね。こういった感じになります。で想像がねお好きかもしれないんですが、私は断然スパークリングの方が好きですね。ただねそんなにパッと意味思いっきりもう明らかに違うっていうわけじゃないんだけど、やっぱりちょっとスパークリング感、このキラキラ感っていうのはこう増したかなといった感じになりますが、もう私はこれからデュオクロームは全部これでいてくれても全く構わないぐらい、このぐらいのキラキラ感は好きなので、私はねこのスパークリングの方が断然好きだったりします。でも明らかにもうすごい違うっていうわけではないんだけど、ちょっとした繊細な違いかな。だけどもこのキラキラ感っていうのをねやっぱり強くなったのは私は個人的に分かりますが、皆さんはどうですか？ということでまた次の色ご紹介します。次にメタリックが一色になります。こちらのメタリックは以前フルサイズのトロピックパレットっていうね限定版のパレットがあったと思うんですが、全く同じ質感と色味が入っていました。で今回のねこのパレットでこちらがまた出てくれて、すごくね可愛らしい優しいメタリックだなといった印象があります。じゃあ今度はこれを黄色の光で見てみたいと思います。こちらが黄色の光で見るメタリックの輝きになります。こんな感じですね。次にスパークリングメタリックといった質感が1色入っています。でこちらに関してもリピート色になっていて、以前のフルサイズのね限定版のトロピックパレットの中に入っていました。
で、私はこのパレット買っていなかったので、ちょっとこのスパークリングメタリックといったね質感を見逃していたかもしれないのですが、でこういった質感もありますね。やっぱり普通のメタリックよりも少しねスパークリング感が入ってるのかなといった印象がありますが、これからまた黄色い光で見てみたいと思います。こちらが黄色の光の下でね見るスパークリングメタリックの輝き具合になります。こんな感じですね。ということで、このスパークリングメタリックとあとは通常のメタリックね並べてちょっと見てみたいと思います。こちらがメタリックとスパークリングメタリック、それぞれね並べた感じになります。でこうして見るとやっぱり若干ねスパークリングメタリックの方が細かい輝きが強いのかなといった印象がありますね。では黄色の光の下でちょっと見てみたいと思います。こちらが黄色の光の下で見る輝きの違いになるんですが、こういったものになります。そして最後にナターシャ・ディノーナのね既存のクリーミーマットといったねすごく代表的な人気な滑らかなマットなんですが、こちらが4色入っています。このクリーミーマットとクリーミーパウダーの違いなんですけども、同じマットの質感なんだけども、クリーミーマットの方はねブレンドがしやすいので、その分色味っていうのが薄くね淡く全体的に広がりやすいかなといった印象があります。でクリーミーパウダーの方がもう少ししっとりしている特性から、その分ブレンドも広範囲に広がるというよりかは狭めの範囲でねじゅんわりと広がってくれるような形なので、色を塗った時の広がり具合っていうのもクリーミーパウダーの方が濃く狭く、そしてクリーミーマットの方が広く淡くすることが得意かなといった印象がありますね。じゃあこれらをまた黄色の光でお見せします。こちらが黄色の光で見るクリーミーマット4色になっています。こんな感じです。でこの中でとても綺麗なディオクロームねピンクと白のがあったと思うんですけど、これとね似てるなと思ったのがマザーシップパレット7ディバインローズ1に入っているここの色味ね、そしてマザーシップパレット8、ここに入っているこの色味、それぞれ似ていると思ったので皆さんに比較をお見せしたいと思います。こちらになります。まず一番左、これがナターシャ・ディノーナの今回のパステルパレットに入っているディオクローム、そして真ん中がパッドマックグラスマザーシップパレット7ディバインローズに入っている特別シェードのディオクローム、そして一番右側がマザーシップパレット8、左上のシマー感のあるね白の色味っていうのが白とピンクのディオクロームだったので、こちらの3色になりますね。でこの一番左側のねディオクローム、ナターシャの中ではかなり色の動きが分かりやすい方かなと思うんですが、他のディオクロームの質感に比べてちょっとこっちの方がなんていうのかな、サテン感があるっていうか、ただクリーミー感はとても強いんですが、柔らかい中のサテン感があるからちょっとねこういった輝きもよく分かりやすいなっていった印象があるんですね。でパッドマックグラスの方がもう全体にこの方がサテン感があるので、そういった質感の方が色の動きが分かると思うんですよね。イメージで言うとナターシャ・ディノーナはアイスクリームで、パッドマックグラスはシャーベット。ナターシャの方がもうちょっと柔らかい感じだから、同じディオクローム感とかでも、そっちの方がクリーミーな見え方をするようなイメージなんですよね。皆さんはどんな印象ありますか？でこれらが3つ一緒に見た感じになります。で他にも本当はナターシャ・ディノーナのパレット同士でいろいろと比べたかったんですが、ちょっと船便で送ってしまってみんな倉庫にあるので手元にないことから、こちらのパレットとあとはパッドマックグラスから出ているすごくね春に向いているなと思うようなパレット、この中のこの色味、このピンクの色味とこの辺をねちょっと比べていこうかなって思います。こちらになります。一番左側がパッドマックグラス、そして右側2つがナターシャ・ディノーナになりますが、ナターシャ・ディノーナの中でも一番右がディオクロームスパークリングといったね今回新しく出た質感、そして真ん中がディオクロームの質感ですね。色味としてはねこんな違いがあります。ということで早速ルックを作っていきたいんですが、パステルパレットということなので、私のパステルのイメージで綺麗だなって思うのがこんな感じの印象だったので、ちょっとこれをイメージしながら作ったルックがあるので、皆さんとどんな感じでやったかお見せしたいと思います。まずこの写真のピンクの色味がねとても可愛らしい色味なので、この色からのせていきたいと思います。こんな感じで内側のところクリースの方と始めていきます。次に写真を見ると紫色の部分っていうのが印象にあるので、紫の色味も取っていきます。これはクリーミーパウダーの質感なので、平ブラシで取った方が取りやすいかもしれないです。
次にこのねブルー系の色味をのせたいと思います。端の方にのせていくんですが、個人的にこの色とっても綺麗でね好きだなと思います。でこれを全体的にふんわりとのせていってあげます。そしてこの紫、こちらも真ん中ら辺にじゅんわりとのせてあげます。もうどれがどの場所というよりかは、なんとなくこの辺りということでブレンドしていきながらこう色をね調和させていく感じでのせていってあげています。そして濡らしたブラシでこのイエローを取ってクリースラインのねカットクリースラインを引いていきたいと思います。でこのラインの部分はね綺麗にのせたいので少しゆっくりめにのせています。あとは残りの部分は全体的にトントントンと軽くね、指でもいいですしブラシでもいいのでこんな形でのせてあげてください。そして目頭部分もこちらのイエローの色味をのせていきます。ペンシルブラシに持ち替えてこの少しね赤系の部分感じる部分があったので一部のせたいと思います。次に紫も下まぶたのところにつなげてのせていきます。最後にこちらのブルー、上下同じ感じで色をのせてあげます。そしてほんのりとねオレンジ味を感じる部分があるので、これは色味をねほんのりとぼかしてあげるために色を使ってあげます。そしてこのイエローの色味を取ってもう一度この境目の部分をね少しくっきりさせたいので修正していきます。全体的にもう少しピンクが欲しいなと思ったのでこのピンク色の部分を取って少しのせていってあげています。そしてブルーも同様、もう少しね強さが欲しかったので色を重ねて色の濃さを出していきます。そしてまつげを描いてあげればルックの完成です。次にとっても簡単なこの空をイメージしたルックを作ってみたいと思います。まず目の内側に水色とあとはグリーン系の色味を混ぜてのせていきます。そして水色を外側にのせていきます。そして全体にもブレンドをしていきます。そしてこちらのデュオクローム、白とピンクになっているものをほんのりと真ん中に指でのせていきます。これは指でもブラシでも何でものせやすいやり方で大丈夫だと思います。私は今回指でのせています。そしてちょっと濃いめのね、色を2色混ぜて際の方に少し混ぜていきます。目頭はこちらも白の色味をのせていきます。ペンシルブラシだったりチップでね、のせてあげます。そして際の方はこちらの濃い青色をのせていきます。そしてまつげとアイライナーを引けばルックの完成です。最後に優しいグリーン系のルック。そして私の場合は他のパレットと合わせてもう少し濃さを足すかもしれないので、ルックを作った後についでにそちらもお見せしたいと思います。最初にブレンディングブラシで優しいグリーン系の色味を目の内側にのせていきます。そして隣の水色を取って今度は外側にのせていきます。次に平ブラシで左下のこの黄色を取って真ん中にのせていきます。次にこちらの色味をブレンディングブラシで同じに取って際の方にのせていきます。ただこの色味はクリーミーパウダーの質感になっているので、ブレンディングブラシで取るとそこまで色は取れないので、しっかりと色味をつけたい方は平ブラシで取ることをおすすめします。次に細めのペンシルブラシで左下の黄色を取って目頭にのせていきます。
そして同じブラシでこちらのミントグリーンの色味を取って下まぶたの真ん中ら辺にのせていきます。最後にこちらの色味を下まぶたの外側にのせていきます。アイライナーとまつげで仕上げればルックの完成となります。で、私だと、日常的にはもう少し色を足すかなと思うので、手持ちのパレットで1色だけ少し色味を加えていきたいと思います。よく使うのがこのパレット、ビジアードのエディトリアルブライトというカラフルなパレットなんですが、青色を取ってブレンディングブラシでほんのりと外側にのせていきます。これは本当に綺麗にブレンドができるので、同じ色味でも優しくかなり綺麗にね、交わってブレンドしてくれるので、こう混ぜて色を使ったりとか、あとは色味を少し足したりとかね、そういった使い方をするのがすごく好きだったりします。特につける量はそこまで多くはないんだけども、とっても綺麗にブレンディングしてくれるので、個人的にはとても気に入っているパレットになります。ただ今回私はこれでやっていますが、お手持ちのパレットでお好きな色味とか濃さのものがあったらそちらを使っていただいても全然大丈夫だと思います。やっぱりこれだけで使うというよりも他のパレットで合わせることもあるかなと思うので、これだけでもね優しくてとっても可愛いんですが、私の場合は少し重ねて使うこともあるかなと思ったので、一応こちらの様子もお見せしました。そしてほとんどブラシにも色が残っていないぐらいのところで、目頭の方にも少し持っていってあげて、全体的に薄く伸ばしてあげる形に仕上げることが多かったりします。そうするとこんな感じで、このくらい色味をもう少し出してあげた方が同じ淡いルックでもいいかなといった感じになります。ただ濃さをもう少し出したいっていう時はもう少し濃いめの青とか使ってあげてもいいかなと思うんですが、同じような雰囲気で少し濃さを出したかったので、こちらの色味を今回使ってみました。最後に私の感想を皆さんと共有したいと思います。人によってはこのパレットね、発色が弱いとか、あとは締め色が入っていないとか、そういったマイナス点をね聞いてる方もいて、どうしようかなと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。で、それに関してなんですが、確かにこの中には濃いね締め色となるようなもので、締め色っていうのはルックを使う時に明るい色と一緒にねこの濃い色を入れてあげることで全体が締まってね立体感が出てくれる、そんなような濃いめの色のことを言うんですが、私の場合は他のパレットでいろいろね、例えばカラーのものだったら全部こういった濃いものとかで締め色になるようなものはすでに持っていたので、特にねナターシャのパレットで今回の中でね締め色がこういろいろ入ってるとしたらパステルが少なくなってしまうので、私の中では全部パステルが入ってくれていた方が今回のこのパステルパレットっていうねものを買っただけあるなっていう感じがしたんですね。何かしら締め色のねちょっと濃いめの色を持っているっていうことであれば、そこまでねこの締め色が入っていないってことで気にしなくてもいいんじゃないかなって思ったりもします。ナターシャのパレット同じミディアムサイズ他に持っている方がいらっしゃれば、ミディアムサイズのパレットに関しては全て裏側にみんな穴が開いているので、ここからねこのシャドウをみんな取り出してカスタマイズすることができるので、お好きな形でねカスタマイズもすることができます。ただナターシャのパレット持っていない、これが初めて、これ1個でルックを仕上げたいっていった方は確かにその締め色になる色がねちょっと少ないかなといった印象もありますが、あくまで私の場合は他のパレットとも一緒に使えるので、これは満足しているような形になります。次に発色についてなんですけども、発色は全部質感によっても変わってきます。で、私の場合はよくブレンディングブラシね、こういったブレンドをねするようなブラシなんですが、こういったものでもう1本で仕上げちゃう時も結構あるので、そういった観点で言うとクリーミーマットの質感っていうのはねこのブラシでとっても取りやすいんですね。で、今回のパレットに入っているクリーミーマットのこの4つですね、これに関しては全部発色もいいし、この見たまんまの色味がね綺麗についてブレンドもとっても綺麗にできます。で、一方クリーミーパウダーの質感ね、ここに4色 1,2,3,4 個入ってるんですが、この2つはねそれでも結構使いやすいかなと思うんですが、この2つに関してはブラシを選ぶ必要があるんじゃないかなといった個人的感想があります。例えばなんですが、こういったブレンディングブラシありますよね。ここにあるクリーミーパウダーの質感っていうのはクリームとパウダーの中間ぐらいのねちょっとしっとりとした質感になっているので、こういったブレンディングブラシでこうやってやってあげてもほとんどつかないんですよね。こっちもそう、こうやって取ってあげてもほとんどつかない。じゃあ逆にこういったクリーミーマットのね質感ね、もう完全にパウダーのもの、こっちがパウダーとクリームの中間ぐらいですよね。で、パウダーのものはトントントンってやって、ほらまずねつけがいいんですよね。
でもちろん撮るときはもうちょっとね動かしたりとかすればもうしっかりと色がついてくれるので、逆にこっちの方は動かしてこうやってもほとんど色のつきが弱いんですよね。わかりますか？なのでブラシを選ぶ必要が出てくると思います。こういった平ブラシで使うといいんですが、で平ブラシって言ってもねお手持ちのものいろいろタイプがあるかなと思うんですが、私が持っている平ブラシがね例えば2つ今ねあるんですが、上のものの方が短くて厚みが厚いんですね。でそれぞれでこの色味を取ってみると、この上のタイプよりも下の方が断然色が取れました。なので使うブラシによっても本当に色の取れ具合って変わってくるので、そこはお手持ちのブラシでいろいろと試されてみるのがいいかなと思いますね。であとは質感について、今回もねこの中でいろいろ入ってるんですが、このパレットで新しく出たデュオクロームスパークリングの質感、これに関してはねやっぱり輝きがメイクをした時にこっちの方が強いのが分かりましたね。なのでこの質感は出てくれてとても嬉しいといった感想があります。そして同じナターシャのデュオクロームの中でも結構ナターシャはねデュオクロームは優しい印象があるんですよね。ただ今回この白、これはね白とピンクがかなりはっきりわかる。ナターシャの中ではこのデュオクロームの変わり方、このぐらいはっきりわかるものっていうのは珍しいんじゃないかなといった印象があるので、これはかなり私の中で好きなタイプでしたね。であとはこういった質感っていうのは細めのブラシでね下まぶたのとかつけてあげると広がりすぎずに綺麗にねブレンドしてくれるので、色をのせる場所によってはねこういった質感の方が使いやすい場合もあったりします。あとは色味に関して、ここに入っているこの青がとっても可愛くて、これとねこのピンクを一緒に使ってあげるのもキキララちゃんじゃないけどすごくね優しい可愛らしい印象になるので、こういったものもとっても大好きです。でここに入っているミントグリーンもとっても可愛いですよね。で色味も本当にこのまましっかり発色してくれるので、薄いだけではなくてちゃんとパステルの色が感じられるんですよね。でこれとこのピンクっていうのも一緒に使ってあげると、こういったケースのねこのグラデーションになっているこういった感じのねルックにもできたりもするので、とってもね私は好きです。皆さんはどうですか？今回のナターシャ・ディノーのパステルパレット、こちらになるんですが、もし迷ってる方がいらっしゃればこの動画が何かしら参考になればねとっても嬉しいです。あとはインスタグラムの方でこういったパレットを使ってねルックをちょこちょこ載せていますので、よろしければ私のインスタグラムのアカウントもフォローしてみてください。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。